こんにちは、ミッキーです。今回は愛媛、松山、道後、東雲、徹底攻略20選です。愛媛県松山市。ここは悠久の歴史と新しい感性が静かに交差する町。日本最古の湯として旅人を癒す道後温泉や町を見守る現存天守松山城。古き良き日本の風景が残る一方で、都市伝説を形にしたみかんジュースの蛇口や伝統をアレンジした体験型の坊ちゃん団子が新しい風を吹き込んでいます。歴史への敬意と常にアップデートされる遊び心、歩くほどに味わい深くなる松山。そんな街の魅力に触れてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、今回は東京羽田空港から愛媛へ向かいます。まず今回ご紹介しますのは羽田空港のパワーラウンジ。羽田空港第1ターミナルの中にありますパワーラウンジは出発前に利用できる有料のラウンジ。航空会社のラウンジとは異なり、対象のクレジットカードを保有していることで無料利用が可能となる場合もあります。対象は一般的にはゴールドカード以上とされているんですけれども、カード会社やブランドごとに条件が細かく異なります。この日は私が持っていますセゾンプレミアムゴールドカードで訪問。同じゴールドランクでも対象外となるケースもありますので、事前に公式サイトやカード会社の案内を確認することをお勧めします。そんなラウンジ内ではソフトドリンクがセルフサービスで利用できますし、座席には電源付きのカウンター席やテーブル席もありますので、搭乗前のひとときにおすすめです。さて、ここからは愛媛へと移動。今回は JAL を使って往復で2名5万円程度。季節としては11月だったので少し控えめなシーズンだったんですけども、あくまで目安として参考にしてみてほしいです。さて、こちらは到着した松山空港。愛媛県松山市に位置する四国地方の主要空港の一つです。空港の規模は比較的コンパクトで、到着から出口までの動線が短く、移動がしやすい構造となっています。空港に到着しますと、愛媛県のキャラクター、ミキアンがお出迎え。一度目にすると印象に残るようなこのキャラクターは、意外と東京でも見ることができまして、今回の旅を機に知ることができました。今回はこちらからシャトルバスで道後温泉付近の宿泊先に移動。空港にも後ほどご紹介します蛇口のみかんジュースがありましたので、早速体験するのもいいかもしれません。さて、こちらは松山空港からシャトルバスで移動してたどり着きました道後温泉駅。明治44年に建築された旧駅舎の趣を忠実に再現したレトロで美しい木造建築の佇まいが魅力の伊予鉄道の駅です。日本最古の温泉地道後温泉の玄関口として訪れる人々をタイムスリップしたかのようなノスタルジックな世界へと誘います。駅周辺には足湯もありまして、こちらで早速一息ついている様子も伺いました。そんな駅前、北条園で市民や旅行客をひときわ引きつけるのが坊ちゃんからくり時計。道後温泉本館の建築100周年を記念して設置されたこの時計は、午前8時から午後10時までの間、1時間ごとに軽快な旋律とともに動き出します。週末や繁忙期には30分ごとに動くこともあるようです。驚くべきはその仕掛け。音楽が鳴り響くと時計本体がぐっとせり上がり、中から夏目漱石の不朽の名作坊ちゃんに登場するマドンナや坊ちゃん、赤シャツといったキャラクターたちが次々と現れます。さらに時計の横からは道後温泉本館の新六区を模した屋根まで飛び出し、精巧な動きに思わず時間を忘れて見入ってしまうような印象があります。時間になりますとこの時計台周辺にたくさんの人が集まってきますので、ぜひタイミングを逃さずにその瞬間を目に焼き付けてほしいです。なお、そんな坊ちゃんからくり時計に関しましては、一日の中でも微妙に使用している楽曲が変わります。午前10時
正午、午後3時、午後6時はこの街でという楽曲。午前の8時から11時まではイオ万歳。正午から午後3時までは坊ちゃんのテーマ。そして夕方以降は子守歌風イオ節が流れてきます。こちらが道後ハイカラ通り。全長250メートルのアーケードには約60軒もの店が軒を連ねています。ここは浴衣姿に下駄の音を響かせながら歩くのが最も似合う場所。愛媛を代表するメーカー、16タルトや坊ちゃん団子の老舗はもちろん、今治タオルの専門店、そして愛媛自慢のみかんを使ったジュースやジェラートなど、目移りしてしまうほど名産品が溢れています。また近年は趣向を凝らしたカフェや新鮮な瀬戸内の鯛を贅沢に使った宇和島鯛めしを堪能できる飲食店も充実していまして、ランチからディナーまで五感を刺激する最高な魅力にしています。アーケードがありますので、雨の日でも安心して散策できるところも注目なポイントです。そしてこちらはスターバックスコーヒーの道後温泉駅舎店。この店舗はスターバックスが展開するリージョナルランドマークストアに分類。過去にリージョナルランドマークストアの特集もしているんですけども、このスターバックスも地域の歴史や文化、景観との調和を重視した店舗として、その素敵な外観、そして内装に包まれていました。続いては道後商店街に位置するおかき専門店、寺子屋本舗道後店。道後温泉本館に近い立地で食べ歩きスポットとして利用されるこちらの店。もち米を原料にしたおかきを提供していまして、ついた餅を乾燥させて焼き上げる製法が特徴です。軽い食感で食べやすく、観光中でも手軽に楽しめる商品として販売されています。この日は道後温泉のりというメニューとみかんと黒蜜というおかきをいただいています。続いてご紹介しますのはマイ坊ちゃん団子30。地元で長く親しまれてきたメーカー坊ちゃん団子の新しい形を提案する店舗がこちらの店。誕生は2025年4月と新しい店舗です。坊ちゃん団子といえば夏目漱石の小説にちなんで名付けられた松山の郷土菓子。抹茶、黄身あん、こしあんという3つのあんで求肥を包み、1本の串に刺した姿が伝統的なスタイルとして広く定着しています。こちらの店ではその長年培われてきた歴史と基本的な造形を尊重しながらも、お客様自身が自由にフレーバーを選べるという現代的なアプローチを取り入れています。店頭に用意されていますのは定番の抹茶やこしあん、そして黄身あんだけではありません。いちごやりんごといったフルーツ系、きな粉、ほうじ茶、紫芋など和洋の枠を超えた多彩な種類のあんが並びます。来店客はこれらの多様な選択肢の中から好みの味を組み合わせ、自分だけのオリジナルの坊ちゃん団子をオーダーすることができます。ただ味わうだけではなくて、自ら考え選ぶ過程そのものを一つの体験価値として提供している点がこの店舗の大きな特徴です。こうした取り組みは伝統的な郷土菓子の土台を大切に守りながら、若い世代や観光客に向けて接点を作ろうとする誠実な試みと言えそうです。さて、注文の際にはこちらの用紙に注文する団子のスタンプを押して完成。こういった手作り感も見どころの一つです。また店内にはイートインスペースも完備。食べ歩きを基本としています道後商店街の中で一息つくこともできます。店名の通り団子の種類は30種類、3個組み合わせで選べますので、組み合わせはなんと27,000通り。あんこは地元愛媛の製あん所をはじめ、変わり種を抱える全国の製あん所にて協力していただき、素材の風味をしっかりと感じられるような美味しいあんこを取り揃えているとのことです。そして原材料はすべて国産の厳選素材。安心していただけるのもこの団子屋さんの魅力になっています。ぜひ一つの体験としてご訪問ください。続いては愛媛の食卓1970。都市伝説が現実になった柑橘の聖地。先ほどからご紹介しています道後商店街の一角にある注目のスポットです。
愛媛の家庭では蛇口をひねるとみかんジュースが出る。誰もが一度は耳にしたことがあるであろうこの噂の発祥は1970年代まで遡るとされています。高度経済成長の熱気が残る時代、県外へ進学した愛媛の若者たちが故郷を誇張して語った冗談がいつしか全国へと広まり、人々の記憶に定着してきました。そんな店名に刻まれました1970という数字は、その伝説が産声を上げた時代を示しています。店内は当時の一般的な愛媛の家庭が再現されています。オレンジ色を基調とした空間には昭和の食卓や応接間を模したスペースが配置されていまして、訪れる人を当時の空気感へと引き込みます。そしてこの場所の真骨頂は空間の再現だけではありません。店内に整然と並んでいますのはおよそ20種類にも及ぶみかんジュース専用の蛇口。みかん王国愛媛県で栽培される40品目以上の柑橘類から厳選された品種が 100% のストレートジュースとして提供されています。最も馴染み深い温州みかんをはじめ、贈答用としても知られています高級品種セトカや紅マドンナ、そして清見やブラッドオレンジなど、そのラインナップは極めて多岐にわたります。店頭にはそれぞれの説明書きもされていますし、もちろん飲み比べもできますので、ぜひ確認していただいてその魅力に触れてみてほしいです。特にみかんの家系図ではその品種の分かれ目だったりも知ることができますので、とても分かりやすく理解することができます。さて、こちらは今回注文した数々の柑橘ジュース。左手はセトカ、左から2番目は生搾り、中央は伊予柑、右から2番目は甘夏、そして一番右はニューサマーオレンジです。こうして見てみると、柑橘類といっただけでも様々な色に分かれてきます。味わいも様々なので、ぜひこの機会に飲み比べしてみてほしいです。続いては松山鯛めし秋吉。こちらも先ほどからご紹介していますアーケード街に店舗を構えるお店。ただとても人気店になっていますので、11時のオープン直後の訪問がおすすめです。ここは愛媛の郷土料理であります鯛めしを提供する専門店。愛媛の鯛めしには大きく分けて2つの種類があります。生の鯛のお刺身を特製のタレと卵に絡めて温かいご飯にのせる南予地方の宇和島鯛めしと、焼いた鯛を米と一緒に炊き込む中予北上地方の松山鯛めしです。秋吉ではこの両方を提供していますが、看板メニューは店名にも冠されています炊き込みスタイルの松山鯛めし。今回もそちらをいただいています。店内は木の質感を生かした和の空間、落ち着いた雰囲気の中で食事ができます。さて、こちらが看板メニューであります松山鯛めし。注文を受けてから一つ一つ土鍋を使って直火で丁寧に炊き上げ、土鍋の蓋を開けますとふっくらと仕上がった鯛の身と出汁の豊かな香りが立ち上ります。お膳にはメインの土鍋ご飯のほか、新鮮な鯛のお刺身、季節の食材を使った天ぷら、小鉢、そして汁物が添えられています。鯛めしだけではなくて、お刺身や天ぷらといった異なる調理法でも味わえる充実した構成です。さて、メインの鯛めしに関しまして、厳選された真鯛を使用し、焼いた骨から時間をかけて取った特製の出汁で炊かれています。食べ方には手順が用意されていまして、まずは1膳目。そのままの状態で鯛めし本来の風味を味わいます。続く2膳目は用意された薬味を加えて味の変化を楽しみます。そして最後は熱々のお出汁をご飯にかけ、さらりと鯛茶漬けとして締めくくります。土鍋で一釜ずつ炊き上げる手間と愛媛の真鯛を余すことなく味わえる工夫がされているこちらの店。ぜひこの機会にご体験ください。続いてはメインとも言えます道後温泉。愛媛県松山市に位置します温泉施設道後温泉。約3000年の歴史を持つ日本最古とされる温泉の象徴的な建物です。現在の建物は1894年に建築。公衆浴場としては初めて国の重要文化財に指定されています。
こちらの道後温泉には本館の他に道後温泉別館、飛鳥の温泉、椿の湯の3つの外浴施設がありまして、それぞれ異なる設備で入浴が可能です。本館では1階の神の湯、2階席、3階個室など複数の利用区分がありまして、利用方法によって休憩スペースの有無が異なります。営業時間は早朝6時から夜23時まで。時間帯によっては混雑し、整理券が配布される場合もあります。さて、こちら、2019年から実施されていました保存修理工事も2024年に完了。現在は全館での営業が再開されています。そしてもう一つ注目すべきは道後温泉空の散歩道。道後温泉本館の南側、高台に整備されました展望遊歩道になっています。遊歩道からは道後温泉本館の全景を見ることもできますし、無料の足湯も設置されていますので、そちらの利用も可能です。続いては道後温泉から松山市内へと向かっていきます。その際に注目なのは坊ちゃん列車。こちらは松山市内を走る観光列車で、道後温泉駅と松山市駅周辺を結ぶ路線として運行されています。通常の列車もあるんですけれども、ぜひこの機会に乗っていただきたいのが坊ちゃん列車。1888年から約67年間運行されてきた蒸気機関車をモデルに、2001年に復元されたものです。現在はディーゼル機関車で運行されていますが、外観は当時の姿を再現しています。土日祝日限定運行で、運行本数も非常に限られているんですけれども、タイミングが合えば乗ってみてほしいです。さて、市内に向かった先で注目なのは JR の松山駅。愛媛県松山市に位置します JR 四国の主要駅で、予讃線の拠点駅として利用されています。現在の駅舎は2024年9月に高架化とともに新設された高架駅となっています。駅構造は1階、2階、ホーム階の3層構造で、ホームは高架上に設置されています。駅舎のコンセプトは歴史、文化を未来につなぐ玄関口。ぜひそんな駅も注目してみてほしいです。また路線バスでの移動も可能。路線バスの中にはみかんのつり革があったり、愛媛松山らしさを感じることもできます。続いては松山銀天街商店街。松山市駅のすぐ近くに位置しますアーケード商店街です。全長は約600メートルほど、大街道商店街と並び、松山を代表する商店街の一つとして栄えています。愛媛県内では最初に整備されたアーケード商店街、ぜひこちらも観光の合間に立ち寄ってみてほしいです。続いては松山市駅前にあります坊ちゃん列車ミュージアム。伊予鉄グループ本社ビル1階に設けられました展示施設です。そんなミュージアムはスターバックスコーヒー松山市駅前店の店内奥に位置。入り口はスターバックスと共通になっています。なお、こちらのスターバックスではスターバックスリザーブ対応店舗になっていますので、通常店舗とは異なり、世界中から厳選されたコーヒー豆を使用した限定メニューの提供もあります。さて、こちらはミュージアム内。明治時代の蒸気機関車を再現した原寸大車両が展示されていまして、その他、伊予鉄道の歴史や車両部品などの資料も展示されています。入館料は無料で、営業時間は7時から21時まで。年中無休で公開されていますので、こちらもカフェでのひとときとともに体験してみてほしいような、そんなスポットになっています。続いては松山城二の丸史跡庭園。愛媛県松山市の中心にそびえます勝山。その中腹に静かに佇みますのが松山城二の丸史跡庭園です。ここはかつて松山藩主の邸宅であり、藩の政務を取り仕切る中枢施設があった場所です。平成4年、発掘調査に基づき、かつての庭園の間取りが現代に蘇りました。入場券は200円ととても安いので、ぜひとも足を運んでみてほしいです。そんな発掘調査に基づいた復元の際に、単なる復元にはとどまらず、部屋の配置を水と草花を用いた庭園として表現するという全国的にも珍しい手法で復元しています。表御殿の跡地は柑橘類や草花で彩られた柑橘草花園として、
そして奥御殿の跡地には愛媛県産の伊予柑や柚子などを植栽し、水路を巡らせた流水園として整備されました。さて、こちらは庭園が1年で最も幻想的な姿を迎える秋の紅葉シーズン、週末限定で開催されていましたライトアップイベント、二の丸光の庭園です。日が落ちますと、園内の木々が柔らかな光で照らし出されます。赤や黄色に色づいたもみじが暗闇に浮かび上がるその様子は、昼間の静謐な庭園とは全く異なる表情を見せています。特に目を引きますのは、奥御殿跡の流水園の演出。かつての間取りを示す水路には、光を放つ球体の LED ボールがいくつも並べられます。水面をゆっくりと漂う無数の光とライトアップされた木々が織りなす空間は、息を飲むほどの美しさになっています。非常に限られた期間のイベントになっているので、訪問のタイミングと合わせるのは難しいかもしれませんが、もし来年タイミングが合いましたら訪問してみてほしいです。なお、こちらの施設、日露戦争時のロシア人捕虜と日本人看護婦のロマンスを秘めた金貨が出土したことから、恋人の聖地にも認定されまして、静かな憩いの場として多くの人にも親しまれています。ぜひそんな幻想的な素敵な空間の中で、いろんな思いを馳せながら落ち着いたひとときを過ごしてみてほしいです。さて、そんな幻想的な景色を眺めた後は夕食。酒ワイン洋食堂サリエさんでいただいています。松山城の南に広がり、夜ごと多くの人々が行き交う県内最大の歓楽街二番町。無数の飲食店が軒を連ねるこの街の一角に、喧騒から少し離れた落ち着きを放つ店舗が酒ワイン洋食堂サリエです。この場所の歩みは2022年8月に遡ります。当初は別の店名でオープンし、地元の人々に親しまれてきたんですけれども、2024年7月、フレンチの技法をベースにした本格的な洋食と日本酒やワインとの繊細なペアリングをより深く追求するため、現在の酒、ワイン、洋食堂サリエとして新たなスタートを切っています。形を変えながら進化を続けるその姿勢には、食に対する誠実な探求心が現れています。店内は木のぬくもりを生かしたスタイリッシュな空間が広がり、臨場感あふれるオープンキッチンやカウンター席、落ち着いたテーブル席など様々なシーンが用意されています。洋食堂という親しみやすい店名には、フレンチという枠にとらわれず、誰もが肩肘張らずに上質な料理とお酒を楽しんでほしいという願いが込められているようです。さて、まずはクラフトビールで乾杯。愛媛県大洲市で醸造されたクラフトビールを様々な種類から選ぶことができます。非常に豊富な取り揃えがありますので、ビール好きにはたまらない一杯を飲み比べできます。さて、この日にいただきましたのはサリエコース。サリエさんおすすめの手動生ハムスライサーで薄く切られたふわふわに切り落とした生ハムから始まるこちらのコース。愛媛県産の旬の食材を使ったメニューになっていまして、ワインとのペアリングも抜群になっています。続いては前菜3種。本日のキッシュ、柿のオイル漬け。加えてガランティーヌと言います鶏肉や魚肉の骨を取り除いて詰め物をしたものを低温で茹でたメニューをいただくことができます。例菜として提供されるフランス料理とのことです。続いては旬の鮮魚のマリネ、カルパッチョ仕立て。この日はマダイのマリネとしていただいています。いずれのメニューに関しましても、ワインはもちろんのこと、日本酒ともペアリング抜群です。そんなペアリングとしまして、日本酒3種飲み比べも注文しています。この日選んだ3つの銘柄は、イソラと言います佐賀県のお酒。中央は愛媛の鍵屋という日本酒。そして右手は隠し県。産地も味わいも異なる3つの日本酒が洋食のソースや素材の旨味と溶け合ってとても美味しかったです。続いてはプルンプルンサーモン。43度の新食感というメニューになっています。シンプルなサーモンながら味付けが変わることでその味の変化も楽しめるような一皿になっていました。そしてワインとしましては島ロゼを注文。瀬戸内海に浮かぶ愛媛県大三島で丁寧に作られた一杯。美しいロゼカラーに仕立てられたワインで果実のチャーミングな香りと適度な酸味が特徴的でした。続いては温菜3種。中央上部はやみつきポテトサラダ、左手は牛イチボの低温調理ローストビーフ、そして右手は名物のラム串です。
海鮮系のメニューから始まり、こちらのお肉料理と変わっていきます。そしてお口直しにいただきましたのは、季節のフルーツとマスカルポーネチーズの洋風白あえ。すっきりとした味わいながら、こちらもワインと合うような不思議な味わいでした。さて、メイン料理は黒毛牛ハラミのグリル。お肉の味わいを存分と感じられるような、そんな一品。当日のメニューの中から2名から3名ごとに1種類選ぶスタイルになっています。そして締めのパスタはボローニャ風ミートソースの生パスタ。美しい盛り付けで締めまで完璧なコースメニューになっていました。そして最後はデザートのプレートメニュー。今回は誕生日祝いとしてプレートスタイルで提供いただいています。大人のティラミス、濃厚バスクチーズケーキ、濃厚ガトーショコラ、それらがワンプレートになって提供されていまして、サプライズにもご対応いただきました。そしてそのデザートとともにいただけるのはお口直しのコーヒー。お値段も6600円で13種類もいただけていますので、とても満足感が高かったです。さて、夕食の後は夜の道後温泉駅を散策。道後温泉エリアでは、道後温泉本館はもちろんのこと、各施設の照明や建物の明かりによって、昼間とは異なる景観に変わっていきます。徒歩圏内には高台のスポットもありますので、上から温泉街の建物や街明かりを見下ろすこともできまして、とても幻想的な空間が広がっています。また、今回の訪問期間中は、写真家の稲川美香さんとのコラボレーション企画も行われていました。この企画は、道後温泉本館を中心としたアートプロジェクトとして実施されたもの。期間中は温泉街全体を活用した演出が展開されまして、建物や周辺空間に視覚的な装飾が施されていました。現在こちらのコラボレーションは終了してしまっているんですけれども、訪問時期によって駅周辺の景観は変わっていきます。これまでにも様々なアートや照明を活用した企画が行われていますので、また皆さんが訪問した際には別の企画が開催されているかもしれません。ぜひ公式サイトの情報なども参考にしつつ、訪問時にはお楽しみください。さて、今回宿泊しましたのは、茶春離れ道後夢倉。3000年とも言われています日本最古の歴史を持つこの温泉街には、時代とともに多様な宿泊施設が誕生してきました。その中でも観光客が行き交う賑わいから、一歩引いた場所でひときわ静謐な空気をまとう宿がこちら、茶春離れ夢倉。道後温泉本館のすぐ裏手に位置します宿泊施設で、今映していますのは受付をする茶晴本館の方です。こちらの宿は道後の地で長年親しまれてきたモダン旅館茶晴の別邸、いわゆる離れとして位置づけられた施設。今エントランスを映していました茶晴の隣にあります。大規模な宿泊施設が多い道後エリアにおいて、道後夢倉は全7室という極めて小規模な作りを採用していまして、各部屋には砥部焼きや伊予餅といった愛媛の伝統工芸をテーマにした異なる衣装が施されています。プライベートな時間を何よりも重んじる大人のための隠れ家と言えそうです。さて、今回宿泊しました客室はその一つであります風庵。大人2名での1泊の料金は44,000円から設定されています。室内は洗練された和の美意識と現代的な居住性が融合した作り。過剰な装飾を削ぎ落とし、空間の心地よさを味わうことに特化した風庵は、2名の滞在に最適な広さと落ち着きを備えています。部屋で過ごす時間そのものを目的とした滞在にふさわしい空間になっています。また、すべての部屋のすぐ目の前には、道後温泉本館のお湯と同じ温泉を引いた内風呂も設けています。道後温泉本館の赤いギアマンを眺めながら、好きな時間に好きなだけ道後の湯を堪能することができます。また、客室のベッドには天日流社の最新マットレスも使用しています。そして、今回宿泊しました風庵の特徴的な部分は、風神の天上界を間借りしたちょっと不思議な空間を演出している点。至るところに風神様の置物がありますので、探していただきつつ、そのちょっとキュートな姿も見てみてほしいです。道後温泉本館を見下ろす景色に天上界から下界を眺めている、そんな錯覚を覚えるような空間が仕上がっています。さて、そんな内湯はもちろんのこと、本館の茶春には大浴場もあります。
本館の温泉施設は男湯と女湯に分かれていまして、それぞれ道後の名湯がなみなみと引かれています。まず映していますのは女湯の様子。女湯に関しましても男湯に関しましても本館最上階に設けられていますので、屋上の露天風呂から松山市街だったりとか道後温泉本館の景色を見ることができます。広々とした空間になっていまして、非常に開放的な湯あみを体験できますので、内湯もとても素敵ですけれども、この大浴場も体験してみてほしいです。そして入浴時間は朝5時半から夜12時まで、とても長い時間開放されていますので、宿泊中の様々なタイミングで入浴することができます。天気がいい日には星空を眺めることもできますので、まさに非日常を味わえるような素敵な空間が広がっていました。さて、ここからは朝食の様子。朝食の舞台となりますのは、夢倉のすぐ隣に立つ本館チャハルの3階にありますメインダイニングラ・キュイジーヌ・ジャポネーズ・ハリです。プライベートを極めた離れの静筆な空間から一転、ガラス越しに柔らかな朝日がたっぷりと差し込む開放感のあふれる空間が広がっています。今回は屋内でいただいているんですけども、テラス席もあります。テラス席ではスペインから海を渡ってきた推定樹齢260年のオリーブの木と美しいホワイトガーデンも佇んでいますので、天気がいい日、過ごしやすい春や秋の季節にはそちらでいただくのもいいかもしれません。さて、こちらで提供されますのは地産地消をテーマに掲げた多彩なモーニングビュッフェ。和の伝統と西洋の食文化が交差する目にも鮮やかなメニューがカウンターにはずらりと並んでいます。またオープンキッチンスタイルでシェフの方々が目の前で調理を行う空間もありますので、出来たての味わいも楽しんでみてほしいです。また和食のコーナーには愛媛名物のじゃこ天やかまぼこをはじめ、焼き魚、おから煮といった体に優しいお惣菜も並んでいます。一方、洋食のコーナーでは新鮮な野菜を使った色鮮やかなサラダ、数種類のチーズ、そして香ばしく焼き上げられましたクロワッサンや米粉パンといったブレッド類も充実。もちろん愛媛ならではの柑橘類やフルーツジュースも揃い、朝の乾いた体をみずみずしく潤してくれます。今映していますエッグステーションでは出来たてのカスタムオムレツやエッグベネディクトも注文できるようなので、もしお好みが合えば伝えていただいて、その出来たての魅力に触れてみてほしいです。このモーニングビュッフェの空間は朝6時半から9時半まで、ラストオーダーは9時までになっていますので、少し早起きをして訪問することをお勧めしています。こんな感じで様々少しずついただいて、その満足感もとても高かったです。ご飯のお供などを中心に様々組み合わせすることができますし、意外と少量ずついただけますので、何回かに分けて様々な種類をいただくのが個人的にはおすすめでした。さて、2日目の朝向かいましたのは伊佐庭神社。道後温泉本館から徒歩数分の丘の上に鎮座している神社。柚月八幡、道後八幡とも呼ばれていまして、地域に根ざした信仰を集めてきた神社です。社伝によれば、忠愛天皇と神宮皇后が道後温泉に来場した際の安宮跡に創建されたとされています。平安時代中期の延喜式神明帳にも記載された式年社でありまして、中世には伊予の国の守護、川野氏から柚月城の守護神として崇拝を受けています。参拝には道後の町から続く135段の石段を登ります。朝からとてもいい運動になりますけれども、結構体力も使いますので、無理のないペースで登っていただければと思います。現在の社殿は1667年に松山藩三代藩主松平定長が造営したものになっています。江戸城での弓の強者成功を祈願し、その成就へのお礼として建て替えられた経緯があるようです。社殿は八幡造りと呼ばれます様式で、宇佐神宮、岩清水八幡宮と並びます全国に3例しかない整った形式として知られていまして、国の重要文化財に指定されています。続いては道後温泉本館のほど近く、現在の道後公園一帯に広がります柚月城跡。
中世伊予の国の守護川野氏が14世紀前半から16世紀末まで約250年にわたって居城とした城跡です。2002年に国の史跡に指定されていまして、日本百名城にも選定されています。築城したのは南北朝期に伊予の国の守護となった川野道盛。1334年前後とされています。石垣や天守を持たない中世の平山城で、地形を生かして内堀と外堀を二重に巡らせた構造が特徴的です。城の直径は約350メートル。中央には高さ30メートルの丘陵部があります。そんな柚木城跡にはご覧のような展望台がありまして、道後温泉付近から眺める松山全体の景色を眺めることができます。川野氏は築城後も一族間の内紛や近隣勢力との争いを繰り返しながら伊予の守護として地位を維持しましたけれども、1585年豊臣秀吉の遅刻攻めによって小早川高垣に降伏し、柚木城は廃城となりました。1988年から12年にわたる発掘調査では、武家屋敷跡や土塀跡、輸入陶磁器などが出土していまして、これらをもとに復元された武家屋敷や土塁展示室を園内で見ることができます。今公園になってるんですけども、そんな時代の背景も感じながら訪れてみてほしいです。続いてご紹介しますのは白鷺コーヒー。道後温泉駅前、道後商店街の入り口に位置しますレトロさとモダンさを組み合わせたカフェです。愛媛県産の食材を使ったスイーツやドリンクを提供していまして、道後温泉本館を増築した際の古い木を使った家具やイラストレーター黒木仁さんが書き下ろした巨大な壁画が店内を彩ります。壁画には夏目漱石の小説坊ちゃんに登場しますマドンナと道後温泉にゆかりのある白鷺が書かれていまして、道後の歴史を感じさせるような空間となっています。窓からは道後温泉駅舎を眺めることができまして、観光客から地元の人まで幅広く利用されています。モーニングからカフェタイム、夜の愛媛県産食材を使ったアラカルトまで時間帯に合わせたメニューが揃っているのも特徴です。立地もとてもいいですし、外から差し込む光もとても心地よいので、道後散策の休憩スポットとしても定着しています。モーニングメニューの提供もありますので、もし道後温泉周辺に宿泊した際に朝食をつけない場合にはこちらでいただくのもいいかもしれません。さて、そんな白鷺コーヒーで今回注文しましたのは白鷺パフェの梨、クリームソーダの巨峰、クリームブリュレラテ、そしてクラシックプリンアラモードです。まずは白鷺パフェ。旬の愛媛県産の梨を使った季節のパフェ。フルーツの状態に合わせてフレーバーが変わるこのお店を代表するメニューの一つです。そして右手はクリームソーダの巨峰。クリームソーダは巨峰、ブルーハワイ、イチゴ、メロンの4種類から選ぶことができました。続いてはクラシックプリンアラモード。固めに仕上げられたプリンにほろ苦いカラメルを合わせた一品。アンティーク調の器もとても美しいです。そしてもう一つはクリームブリュレラテ。クリームのような甘くリッチな風味のラテで、ホットでもアイスでもいただけるような注目のメニューになっていました。さて、最終盤、松山城のご紹介です。近代的なビルが立ち並ぶ市街地の中心に標高132メートルの勝山がそびえています。その緑豊かな山頂に堂々たる姿を見せるのが四国を代表する名城、松山城です。日本全国にはあまたの城跡が存在しますが、江戸時代以前に建造された天守が現代まで残る現存12天守の一つでありまして、その中でも極めて高い完成度と保存状態を誇ることで知られています。松山城まで向かう途中にはロープウェイを利用。往復券520円で購入可能です。山麓からロープウェイやリフトに乗って中腹へと向かいます。こちらはリフトなんですけれども、ロープウェイ形式でも登ることができますので、お好みのスタイルで向かってください。このリフトを登っている間もその景色を楽しんだりとか、あとは松山周辺の景色を楽しむことができますので、ぜひそのひとときも楽しんでみてほしいです。
もしかすると冬の寒い日なんかにはロープウェイで登った方がいいのかもしれません。さて、ロープウェイやリフトを降りた後は本丸へと続く道を歩き始めます。まず圧倒されますのは山の斜面を這うように築かれた上り石垣。この石垣は山の中腹から敵の横移動を防ぐために、麓の二の丸から山頂の本丸に向けて山の斜面を縦に結ぶように築かれた石垣。全国でも松山城や彦根城などごく一部の城郭でしか見ることができないような極めて珍しい防衛施設です。当時の築城技術の高さと防衛に対する徹底した思想を静かに物語っています。さらに歩みを進めますと、敵を欺くための巧妙な罠が姿を現します。その代表が戸無門と筒井門の連続するゲート。戸無門はその名の通り扉がありません。攻め寄せる敵兵は扉のない門を見て無警戒にそこへと流れ込みます。しかし門をくぐった先には行き止まりの広場になっていまして、その側面の死角にはこの城で最大かつ最も堅牢な筒井門が待ち構えています。さらにその奥には隠れ門と呼ばれます伏兵を忍ばせるための門まで用意されていまして、敵は四方から一斉に狙い撃ちされる構造になっています。単なる物理的な壁ではなくて、人間の心理を巧みに操る軍事設計の妙がそこにはあります。ぜひそういった背景知識も踏まえつつ、その松山城の奥深さに触れてみてほしいです。そして幾多の関門を抜け、ようやく本丸広場にたどり着きますと、松山城の真骨頂であります天守群が目の前に広がります。松山城の歴史は今から400年以上前の1602年、慶長7年に遡ります。豊臣秀吉の子飼いの武将でありまして、賤ヶ岳の七本槍の一人としても名を馳せた加藤義明がこの勝山に城郭の建設を命じました。四国という要衝を治めるため、およそ四半世紀もの歳月を費やして築き上げられましたこちらの城は、まさに実戦を想定した堅牢な要塞でした。なお、現在私たちが目にしている天守は加藤義明が建てた当時のものではありません。1784年の元旦、不運にも落雷によって天守を含む本丸の主要な建物が焼失してしまいました。その後、長らく天守を持たない時代が続きましたけれども、幕末の1854年安政元年に当時の藩主であった松平氏によってようやく再建されました。日本の城郭建築の歴史において最も新しい時代に建てられた本格的な天守。それゆえに日本の築城技術の集大成とも言えるような綿密な構造が奇跡的に現代へと受け継がれています。大天守、小天守、南隅櫓、北隅櫓という4つの建物を渡り櫓と呼ばれる回廊で四角く結んだ連立式天守という構造で構成されています。日本を代表する世界遺産姫路城と同じこの様式は、城の中庭にあたります内陣に侵入した敵を全方位から十字砲火で殲滅するための日本の城郭においても最も重要な防衛形態とされています。美しく連なる瓦屋根と白壁の優美な外観とは裏腹に、その本質は冷徹なまでの軍事施設になっているようです。また、標高160メートルの高みから見下ろすのは東西南北に広がる360度の大パノラマ。眼下には松山の市街地が広がり、西に目を向ければ穏やかな波をたたえる瀬戸内海とそこに浮かぶ島々のシルエットも眺めることができます。そして旅の締めくくりは松山空港の鯛めし角屋。こちらは松山空港のターミナルビル内にあるお店。愛媛の郷土料理を本格的な味わいで提供する店舗が角屋さんです。角屋は愛媛県南部の南予地方宇和島市に本店を構える老舗の郷土料理店です。昭和30年の創業以来、宇和海で採れる新鮮な魚介類を中心に地域の食文化を実直に伝え続けてきました。その松山空港店は飛行機の搭乗前や到着後の限られた時間であっても妥協のない本場の味を堪能できる場所として多くの旅行者や出張客から高い支持を集めています。今回の動画でもご紹介した通り、
愛媛県には大きく分けて2つの鯛めしが存在。一つは焼いた鯛と米を一緒に炊き込む中予地方の松山鯛めし。そしてもう一つがここ角屋が提供する南予地方の宇和島鯛めしです。そんな宇和島鯛めしを堪能しつつ、まずは姫ホワイトで一杯。愛媛県松山市の道後地区で醸造されている道後ビール、ぜひこちらもご堪能ください。そしてメインとも言えますのは宇和島鯛めし。もともと日振島などを拠点とする伊予水軍や地元の漁師さんが火の使えない船の上で取れたての鯛の身を醤油だれに漬け込み、ご飯に乗せて食べた漁師飯が危険とされています。お膳にはおひつに入った温かいご飯、新鮮で透き通るようなマダイの切り身、生卵が落とされた特製の醤油だれ、そして海藻やネギなどの薬味が並びます。新鮮なマダイの引き締まった食感、そこに甘みと旨みが凝縮された特製だれとまろやかな生卵が三位一体となって絡み合い、温かいご飯とともに喉の奥へと滑り込んでいきます。そして食べ方には独自のお作法が。この後その様子もご紹介していきます。炊きたてのご飯、お味噌汁とまさに和食の魅力が詰まったようなそんなお店です。さて、ここからは食べ方をご紹介。まず特製鯛の中にあります生卵を箸でしっかりと溶きほぐします。そこにマダイの切り身と海藻、薬味をすべて投入。タレとよくかき混ぜます。そのかき混ぜていく過程の中でじっくりと鯛めしの風味を感じることもできます。そしてお茶碗によそった熱々のご飯の上にタレごとたっぷり豪快にかけていきます。まずは切り身をご飯によそって、その上に薬味を、そして溶きほぐしたタレをかけていくことで宇和島鯛めしの味わいを存分に感じることができます。さて、ここからはアフタートーク。魅力あふれる日本の旅、あなたのおすすめはというテーマです。私自身海外含めて様々な場所に旅行しているんですけども、やはり日本の旅行も格別。海外に行けば行くほど日本の奥深さを感じることができます。まだ動画は作ってないんですけども、先日もちょうど長野に行ってきました。長野といえば私の中では上田のイメージが強くて、上田といえば真田家。以前にやっていた大河ドラマ真田丸にもとてもハマっていまして、最近は YouTube のショット動画で真田丸の切り抜きも見てしまっています。そんな歴史を知っているからこそ、この場所でこんな将軍がいて、こんな歴史を歩んでたといったことを追想することもできますし、その土地ならではの景色だったりとか食事を楽しめるのも大きな魅力だなと感じています。もちろん海外でもそういった魅力を感じることもできるかと思うんですけども、やはりそういった文化をしっかりと残しているといったイメージでは、日本はより色濃いのかなと思っています。人口も未だに多いですし、歴史としてもとても長いです。今回の松山も存分にそういった魅力を感じることができましたので、皆さんの方でもおすすめがあればぜひ教えてほしいです。私の方でも過去の動画いくつかご紹介していますので、よかったら過去の日本国内の旅行の様子も眺めてみてください。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、インスタグラムではカフェ情報を中心に最新の情報をお届けしていますので、よかったらそちらのフォローもお願いします。また、本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。